カの大統領選の討論会、何が起きたのか、どういうふうに見られているのか、そして日本で報道されてないアメリカ的視点、今日それについてお話したいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。始まる前に一つ言わせてください。今日、アメリカ9月11日、ちょうど23年前に多くのアメリカ人、日本人、全世界の方々がテロで殺されました。その日は一生忘れられない。私はこの記念になると、改めて亡くなられた方々にご冥福をお祈りいたします。昨日の夜、ハリス対トランプの討論会が行われました。私は見てる限り、日本で報道されているのは、ハリス圧勝。ハリスは圧倒的に勝ったってトランプにというニュースが流れていることを見ました。それは正しい報道の仕方ではないと私は強く思っております。こういうニュースになっているのでしょうか。ABC という最もアメリカのマスゴミの中で左寄りの放送局の司会者、モデレーターは2人、ハリス、トランプ。1対1だはずな討論会は3対1になった。トランプはたった1人が、1人のハリスじゃなくて、この2人の司会者側との戦いになっていることが明らかになりました。ハリスは正直に思った以上にうまくできたことは私は認めます。彼女のパフォーマンスは今まで喋ったことが何言ってるのかっていうことがっていうことが昨日はそういうのはなかったんですよね。よう練習してきた。ようその覚えなきゃいけないセリフをよく覚えたと。嘘がいっぱいあったんですよ。それについても話してるんだけど、パフォーマンスの面では、ハリスは私と多分他の人も正直に言うと思った以上にパフォーマンスができたと思います。そして作戦もあったと思います。トランプをイライラさせること。わざとの嘘とか、今まで嘘だっていうことを明らかにバレてることをまたわざと言ってトランプをイライラさせる。トランプ。昨日のトランプのパフォーマンスはトランプレベルの100点満点のうちは80点。B、A、B、C、D、F の中では私的には B のグレードを上げます。もっといろいろアピールができたんじゃないか。もっとまっすぐにパンチすればよかったんじゃないかっていう部分がいくつかあります。最後にやっと最後のクロージングにトランプが言った言葉は素晴らしかったと思います。最初から言えばよかったんじゃないかと思います。一つだけです。本当に大きなポイントは一つに絞って言えばよかったんです。これからもう全部直します。これからすべてこれもう良くなります。これからもう私は大統領になったらすべてが完璧になりますというハリスに対して今まで4年前からなんでやらなかった？これからできる。これからやるならなぜ4年前からやらなかったの？できたなれば4年前からあなた、バイデン、もうできたことはこれからやるっていうのは嘘くさいという一つの大きなポイントをもっと強く、もっと早く言えばよかった。何に対しても、彼女から何言われてきたことに対してもそれが言えたことだと思います。ハリスはうまく作戦にしたのは、トランプ、自分よりも自分の実績、自分は成功してきたのはないから全部トランプに回すことが作戦だったと思うんですよね。自分について聞かれてもトランプに責任を回すようなことがうまい作戦だったんじゃないかって。もう彼女はそれをうまくやりながらサポートにあった、支えであったのはモデレーターと司会のサポートもあったんで、それで3対1の討論会になったと思います。最初の質問がハリスに投げた質問でした。4年前と比べてアメリカ国民は今現在はどう感じているのかという質問に対して全く答えにならない、全く関係ないようなことを言いました。どうぞご覧ください。I believe Americans are better off than they were 4 years ago. So I was raised as a middle class kid.
And I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an その opportunity. 質問にもう政治家らしくて、政治家臭くて、政治家らしいような答え方、答えにならない答え方なんですよね。答えられない。ハリスが最初からそのことがバレてしまいました。で、そこからどんどんこう90分の討論会の中で目立てたのは、そこから彼女はどんなに違うんじゃないかということに対して、モデレーター、司会者は一度もフォローアップの質問してないこと。ちょっと実はこういう報道があったんですけど、実は4年前にハリス副大統領がこう言ってたことが実際にこうだったんですけど、どうですかっていう、ハリスに対しては一つもなかったのに、そういうプッシュバック。トランプに対しては非常に多かったんですよ。モデレーター側から。ファクトチェックということがあるんですよね、英語だと。事実の確認。モデレーター側として、やるか、やらないか。やるのであれば、両方に、ちょっと待ってくださいって。トランプに対してファクトチェックが4回があった。ハリスに対しては、0。一度もなかった。やるならフェアに。フェアにできないならファクトチェックをしない。フォローアップをするならフォローアップをお互いにはすることが普通のフェアなメディアならそうなんだけれども、アメリカのマスコミ、特に ABC、CNN、CBS、NBC が非常に腐っている。嘘だらけだったんだよね、彼女が言ったことは。この動画の中にあるので、ちょっと見てみて。Both gun owners. We're not taking anybody's guns away, so stop with the continuous lying about this stuff. Let's remember Charlottesville, where there was a mob of people carrying tiki torches. And what did the president then at the time say? There were fine people on each side. Donald Trump, the candidate, has said in this election there will be a bloodbath if this and the outcome of this election is not to his liking. トランプはああいう言い方はしてません。100% の嘘だった。メディア、マスコミがトランプを差別主義者として見られるように、と思われるように動画を編集して、わざとあれして、で昔から流してた嘘の言葉なんでもそれでもまだ使っている。それでもまだ彼女が立って偉そうに言ってたことに対して、マスコミがなんでファクトチェックしないの ?ABC は。これはフェアではないんですよね。ハリスはパフォーマンスは良かったかもしれないんだけど、なぜできたかっていうと、何も聞かれないから。何も言われないから。彼女の嘘に対するプッシュバックがないから。そこにはメディアの責任が 100% あります。トランプにもね、ファクトチェックするなら、ここにもファクトチェックがないのは無責任のメディアのことなんですよ。ハリスがなかなか今まで出てこなかった、インタビューの応じなかったハリスが出てきて、ハリスはどういう人なのか、ちょっと今日の討論会を聞いて、見て、なるほどな、彼女の政策はこういう感じなのか、だから彼女にしますって。まだ決まってない人から見て、ハリスについてなんか新たな知らなかったことがこれを見て分かったことはあるのか？いや、ないような気がしますよね。全くないと思うので、大きな波がハリスに行くか。私は行かないような気がします。昨日の夜の討論会だったから、今日の朝のメディアの反応もいろいろ見てみました。やっぱりそのまま分かれてるんですよね。こっち側ハリス派、もうマスゴミのすべてがもうハリスはダントツ、ハリス勝ちだったっていうのは報道されてます。日本もそういうニュースが多いかと思います。もちろんトランプよりの人たちから見るとトランプの勝利だったっていうことも言います。こんな嘘と3対1に対してトランプはよう頑張ったっていう意見がそのまま分かれてると思います。俺に言わせるとトランプの勝利だったんだけど、もしかしたらプッシュ、ブラックジャックで考えるとディーラーとのプッシュという結果になったんじゃないかというふうに解釈されていることも多いです。一つは言いたいと思います。パフォーマンス上ではもしかしたら同じくらい、あんまり分からないかもしれないんだけど、終わった後のこれからのソーシャルメディア、SNS、
テレビなどの YouTube などでは取り上げられるようなコンテンツ。その一瞬のコメント、一瞬の質問とかの30秒、40秒、こういうクリップを見ると、どっちが強く見えるのか、どっちが嘘つきに見えるのか、どっちが正義持って正しく答えたのか。これからのほぼ2ヶ月、選挙日まではあるので、討論会から流れてくる30秒のクリップ見て、どっちが強く見えるのか、どっちが大統領らしく見えるのか、その嘘を言ったことに対して明らかの嘘ですというファクトチェックが今度シティズンレベルになると思います。ファクトチェックするべきなマスゴミ、ABC のモデレーターはね、やらなかった分は今度みんな一人一人はやります。彼女が昔言ったこと、と今回言っている矛盾が全て出てくるから、最終的にはどちらにプラスになるのかということを考えると、たった一人のドナルド・トランプの勝利だと私は思っております。陰謀論って言われるかもしれないんだけど、まだこの話があるというのを言っておきます。今、少しだけの話題になっているのは、ハリスのピアスを見てください。パールに見えるものは、実はマイクなんですよ。これの商品も見てください。見てみてください。100% と言ってないんですよ。ただ、こういう話、こういう話題もあることを報告します。そこまですると、私は信じたくはないんだけれども、めちゃくちゃ汚いことしか考えない、汚いことしかやらない民主党、この政権。だからこそ、もう少し調べましょうね。皆さんどうぞ自分たちで調べてみてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。あとわずかしかありません。大統領選挙までどっちが勝利するのか本当にまだわかんないです。いろんな世論調査とかによるとまだギリギリ昨日までトランプが少し上がってきているっていうニュースがあった中で、こういう討論会の後で本当はすぐにもうどちらかが頑張ったなればまたすぐに上がっていくはずなんだけど、あんまりそういう動きがない。よりも世論調査なども本当は信じてはいけない。一人一人は選挙に行って投票しないといけない。アメリカもこれも日本も。だから日本のテレビでは報道されているのはもう 100% 信じてはいけない。スティーブも言ってることも 100% 信じてはいけないですよ。自分たちで調べてフィルターをかけて解釈してください。それが一番ベストだと思います。我々の意見が多少違っても一人一人でそれはもう判断することが重要だと思います。スティーブ的視点のグッズ、こういう T シャツ、キャップなどもいろいろあります。steve'spov.jp と Amazon Japan にもあります。少なくともこういうステッカー、サムズアップのステッカーがこれいい意味なので、スティーブ的視点のメンバーシップもできました。YouTube でいろんな特典があるのでチェックしてみてください。オリジナルバッジとオリジナル絵文字とメンバー限定の動画、いろいろ今度の選挙についてもう1対1でお話したいことがいろいろありますので、メンバーシップの方のもご検討ください。日々前進前向きにやっていきましょうね。サムズアップ的によろしくお願いします。では失礼します。